はい、どうもこんにちは。カニでございます。ということで、本日の食材がこちら。ボラの卵っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ボラの卵。っていうことでね、これね、どうやって食べるのかと。実は、このボラの卵、加工すると、カラスミっていう珍味になるんですよ。皆さん聞いたことあるんじゃないかな。日本三大珍味の一つですね。カラスミ、塩ウニ。あと、この綿かな。確かそうだったはず。で、実は、カラスミっていうのは、ボラの卵以外でもできるんですよ。タラの卵とか、ブリの卵、スズキの卵、いろんな魚卵でできるんですけども、なんでボラの卵でカラスミ作るのが一般的かと言いますと、この魚卵の中でもトップクラスに、この一粒一粒が細かいんですよね。なので、上質な、口当たりのいいカラスミができるということで、このボラの卵を使ってカラスミを作るのが一般的なんですよ。で、カラスミ、加工すると、一腹でだいたい1万円ぐらいします。で、今日は人生初めてカラスミ作りに挑戦したいなと思います。とにかくね、難しいんです、これ。作るのが。そしたら、まずこのボラの卵、こういう風に血が入ってるんですよね。これを待ち針で刺して取っていきます。そしたらこの待ち針で血管の血を抜いていきます。こう向けて、ここの2つ筋が入ってるところ。で、ここに針を刺して、こういう血管を取っていきます。ピロ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 ーと。で、これ次の工程でね、水に1日つけるっていう工程があるんですけど、そこで、こういうね、ちっちゃい細い血管がここに入ってる。それを抜くんですけど、その段階で抜けちゃうと思うんで、これは大まかに取ればいいと思う。この段階では。はい。一通りね、ざっくりとは取りました。でもね、完全に取りきれねえな。そうしましたら次のステップ。真水につけて、この状態で1日放置します。そうすると、中の血管に入った血が出てくるらしい。今がこういう状態。じゃあ1日後に移動。はい、というわけで、丸2日間経過しました。ちょっと見ていきましょうか。もうね、完璧と言っていいほど血は抜けてますね。ほら、大きいところも、で、細い血もね、抜けてますね。1日目の段階で見てみたんですけど、1日目はちょっとまだ残ってて、やっぱり2日ぐらいやった方が綺麗に抜けますね。そうしましたら次の工程の塩漬けに移りたいと思います。まず、容器に下にお塩を引き詰めます。こんな感じですね。そしたらその上にカラスミを乗せていきます。はい、カラスミを引き詰めたら、この上からさらに塩をかけていきます。で、塩は粗塩の方がいいらしいですね。たっぷりの塩で水分を抜いていきます。で、これ一日一日水分が出るんで、水分を抜いては塩を足して、それを1週間繰り返すらしい。じゃあ1週間ね、頑張ってやっていきますんで、1週間後に移動。はい、というわけでね、1週間塩漬けが完了しました。結構ね、カチカチなんですよ、ほら。で、次の工程はこちらのカラスミ。塩抜きをしていきます。まず、お水。で、お水の中に塩を加えます。塩抜きするのに塩を入れます。これね、迎え塩って言って、こうすることによって、より早く、より綺麗に塩抜きができます。はい。で、ここに漬け込みます。で、これで1日ほど塩抜きします。でね、塩抜き完成したもの、こちらにあるんですよ。このような感じに、ほら、元のカラスミの形に戻りますんでね。そしたらこちらを日本酒につけていきます。で、その日本酒に使っているのがこちら。こんな感じ。で、これがだいたい2日目ですね。だいたい酒漬けの工程は2日から5日。まあ、人によって違うんですけども。まあ、僕はね、今日は2日で揚げたいと思います。はい。そうしましたら、2日間日本酒に使ったカラスミ、こちらのネットに入れて、乾き方を見ながらなんですけど、だいたいどうだろう、2週間から1ヶ月ぐらい干していきたいと思います。で、ちなみに干して、5日目のカラスミが、こちらですね。いい感じにこう、黄色みがかってきて、干す前のカラスミと比べたらだいぶ違いますよね。色が濃くなってきたと言いますか。そしたらこれを干していきます。2週間から1ヶ月後に移動。よいしょー。あれからなんやかんやで1ヶ月経過しました。それがこちら。色も綺麗な色になって、匂いもほんとね、干物の匂い。それでは早速こちらを使って料理を作っていきたいと思います。今日はこちらの自家製カラスミを使って、カラスミのクリームパスタ作っていきたいと思います。それとね、クリームパスタとは別に、大根をこう切って大根の上に乗せるっていう、オーソドックスの食べ方、これもやっていきたいと思います。でまずね、カラスミ大根作っていきましょう。これも簡単です、作り方。大根をめくります。生で食べるんでちょっと皮は厚めに剥いた方がいいですね。そうしたら、半月に切ります。お月様の半分、半月。こんな感じ。そしたら、カラスミも切っていきます。
うわ、すげえ。めっちゃちゃんとできてる。中までしっかり乾いてるな。こんな感じですね。で、大根の上にからすみ。で、大根の上にからすみ。で、こういう風に交互に置いていきます。これで完成。で、からすみってすごくしょっぱいんですよね。で、大根と一緒に食べることによって、そのしょっぱみがうまいこと緩和されて、美味しいつまみになるんですよ。はい、そしたらパスタ作っていきます。いや、パスタ食わねえからわかんねえんだ俺。そんなパスタアクロバットに入れるやつじゃないです。パーッつって。はい、そーっと入れて、ソンと離すと、パラパラパラっと。あ、そうなんだ。で、塩もちょっと入れます。はい、そしたらパスタ茹でてる間にからすみ炙っていきます。はい、ではパスタが茹で上がったんで、少し茹で汁をね、取っておきます。はい、そしてここからスピーディーにいきます。フライパンに、バター。で、火は弱火にします。で、バターが溶けたらそこに生クリーム加えていきます。で、そこにちょっとね、キノコがあったんで、キノコを加えていきます。霜降り平竹ですね。こういう風に裂いて入れていきます。多分相性はいいはず。で、生クリームがこういう風にふつふつと煮立ってきましたら、ここにパルメザンチーズを加えていきます。まあ、お好みですけども、結構入れちゃっていいと思う。こんなもん。で、そこにからすみをすりおろして入れていきます。このからすみがね、旨味になるんですよ。もう本当に旨味はこのからすみとキノコの旨味だけ。これをパッと入れます。ちょっと入れていいかな。いい香りしてきた。で、そこに牛乳もちょっと加えます。で、一回ここでソースを味見します。うまい。で、そこに先ほど茹でたパスタ加えていきます。で、しっかりこのソースと絡めていきます。はい、これで完成。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあ、初めて作ったからすみのパスタ。お味はいかに？もうちょっとソースが多くてもよかったかなっていう感じはします。最後の仕上げにからすみをかなり振りかけたんで、もう超贅沢な一皿となってます。それじゃあ、いただきます。うめえけど、もうちょっと汁があってもよかったな、やっぱ。クリームとからすみすげえ合う。次作ったら俺めちゃめちゃ上手にできる自信ある。こういうことか。パスタ男子。なるほどね。俺もちょっとパスタ勉強しようかな。あ、で忘れとった。これもありました。からすみ大根。もうこれはもうね、美味しい。間違いないもん。からすみがすげえ美味しかったんで、いただきます。うめえ。もう酒のつまみだ、これ。すごいいけちゃうよ、これ。はい、ということで、今日はこちらのからすみのクリームパスタとからすみ大根ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつはい、こちら、5対5ですね。いただきます。うめえ本当は白ワインとかがいいんだろうけど、僕、ワイン飲めないんで、何でも銀色。それじっくり、食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで、今日は自家製のからすみ。いやもうどうだ、2ヶ月ぐらいかかったかな、作るのに。かなり長い期間ね、空けて作ったんですけども、最初はね、半信半疑だったんですよ。こんなうまくいくかなと。でもね、めちゃくちゃうまくいった。で、変な魚おじさんからちょっと聞いたんですけど、バラムツの卵を使ったからすみが超極上品らしいんですよ。もう知る人が知る、もう食通の中の食通しか知らないって呼ばれるぐらいの超高級な食材らしくて、それも作ってみたいな。一回バラムツ釣りに行って自分で作ってみてもいいですね。そういう企画もやるかもしれないんでね、こう期待ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。